皆さんこんにちは。いつも動画をご視聴くださりありがとうございます。今回は変わり鳥たすきの模様の刺し子付近を制作していきます。この模様に入りまして今回で2回目の動画になります。よろしくお願いいたします。まずは前回の振り返りをしていこうかなと思います。前回はこちらのですね、水色の線で模様が書いてあります。円の型を使いまして、もうひたすら頭悩ませながら書いていくっていう動画を1回目で撮りました。で、今回は2回目になりますので、ここから実際に刺し子していこうかなと思っています。ちなみにこちらの、模様は刺し子の基本の方を参考に書きました。はい。で、そう前回はこう書いていくときに一旦この型を置く位置が決まるとなんとなくね流れがわかるんだけど、こう置くところがねどこだっけみたいなのをこう結構頭悩ませながら書いたなっていう記憶があります。というのも撮ったのが1回目の動画撮ったのが9月なんですよ。それで今日撮っているのが11月半ばなので、だいぶ1ヶ月どころじゃなくて2ヶ月はまだ経ってはないけれども1ヶ月半ぐらいかな経って久しぶりの1回目を撮って2回目1回目を撮って配信するまでの間がだいぶ長かったんですよね。なかなかねこう編集作業に入れずそこがちょっとねこういろいろ日常のことがいろいろゴタゴタしててこっちに集中して取り掛かるっていうのが難しかったので、もうね11月入っちゃってますからねなんとかこう記憶を呼び起こしながら、やっていこうと思います。では刺し子糸の方ですね。はい、今回はこちらの、単色の糸を使ってグリグラさんの糸になります。糸の番号なんかは何か分かるような商品ページを概要欄にリンクを貼っておきますね。間違いのないようになんか言っちゃうと間違ってたりすると心配なので、リンクを貼っておきますのでそちらを参考にしてみてください。はい、こちらの一色で淡々とやっていこうかなと思ってます。で、あとそうですね。ここまでの進捗をそうですね話そうかな。もうねすでに少し進めているんですね。で、こちらの糸にしようっていう風に決めて、まずは外枠をぐるっと一周刺してます。もうすでにここですね。こういう風な感じでこういう感じでね刺してますね。ぐるっと外枠をまず一周して、そして少しね刺し始めやってます。はい。で今ここから始まってこういう感じで刺していて、ちょうどここで今ストップしてるので、今日は実際に、ここをこの流れのまま行って反対の外枠まで行って、で多分ちょっと折り返すくらいじゃないかななんては予想ですね思ってます。では刺すルートですね。はい。刺し順というか刺すルートっていうのはもうこれは本当単調ですよね。もうただ道なりに基本まっすぐ進めばいいっていうだけの話なので、どっから行ってもね、例えばさっきも言ったようにここから進んだらあとはただ道なりにこう行くだけっていう感じですからね。でこっち行ってもそうですよね。こうただこう道なりに行くだけで、それは今横ラインの話をしてますけれども縦ラインでも同じなんですよね。ただ向き変えればいいだけの話であって、はい。なので迷いようのない多少こういうね交わるところでちょっと違うルート入っちゃったりも、でもそれそうですね。いやでも自然に言ったらまっすぐこの曲線なりの流れに沿ってね行けますからね。でもねもしねここでね交点のところでルートをねちょっと違う道入ったとしたっていくらでもなんか挽回できますから間違ったから失敗してしまったって感じではなく、じゃあこっちのルートから先に行こうとか言ってやればただただ済むだけの話なので、そこまでも
ルートが難しいみたいな模様ではなくてね、淡々と進めるんじゃないかななんては私は思ってます。なので比較的私好きなタイプの模様ですね。で、このままあとどういうふうに進むかと言ったら、道なりに反対の外枠まで行きまして、でここのところでぶつかったら、ここで切るっていうのももちろんそうですよねとも思うし、同時に私はこういう感じでね、この模様じゃなくてもどの模様でもそうなんですけど、ここまでこう切れ目まで行きますよね。この道の沿ってこういうふうに行きますよね。行ったらどっかもうちょっとみたいな要するにこれは比較的私毎回言ってるんですけど、こう糸ね、ある程度の長さ、両手2回分とかでやったりしてるんですけど、それで取ったらなるべく切らずにこういけないかなみたいな、こう頭悩ませて、できるだけ途切れず、もうこれは無理でしょうって思うところでは切るんですけど、そうじゃない限りはどっかないかなみたいな風に思うタイプの人なので、って思ったらやっぱここじゃないですか。例えばここまで来たら、なんかちょっと近くないみたいな風に思って、そしたらやっぱここでこう沿わせるような感じでちょっと移動して1.5センチくらいかな、移動して、あとこういう風に戻る。多分これの繰り返しだと思います。この曲線で行って、そしてここで折り返してこっちですね、こっちに入って、でこの後は道なりに戻ると。でそうするとここにたどり着くんですよね。でここで糸を切るっていう感じになるんじゃないかな。でこれを1往復として、それが今1でしょ。でこの同じ横ラインであと12345なんですよね。5箇所ある。あとは今と同じような、ただ90度回転しただけなので12345だから全部で10往復すればいいんだなっていう感じで私は考えてます。でさっきだいたい毎回こう両手2回分で取ってなんて言うんですけど、だいたいざっくりでそれやったんですけど、私今回はちょっと測りましたっていうのは、両手2回分でざっくりした後にちょっと測ってみて2メートルちょっとあったんですよ。だから2メートルであえて2メートルでこれ今回切りました。毎回別に2メートル測って切ったりはしてないです。2メートルちょっとだったから、あえて2メートルっていう風に測って切ったから、これ2メートルでスタートしてるんですよ。でなんで今回はそういう風にやったかっていうと、ここをこういってで折り返すって言ったじゃないですか。そしたら折り返した後に多分何センチか残ってると思うんですよ。それを測ろう。そうすると2メートル、200センチ。200センチからこれの残った糸を引けば、だいたいここが何センチかっていうのが分かりますよね。そうすると、じゃあ、ざっくり100センチだったと仮定しましょう。ここが100センチ。1往復100センチか分かんないけど、まだ分かんないけど、100センチだったと仮定して、そしたら、じゃあここも同じだ。ここも同じだってなるわけですよ。ここがそのセンチだったら、ここがさらにプラス30センチとかではないと思うんですよ。多少の誤差はあっても。大体っていうか基本同じ、要するに同じパターンで言ってるから同じなんですよ。だから一回これ100センチだって分かったら、でもう一回100センチで今度切ってみて、100センチかで OK かを例えばこの辺りで試してるんですよ。それで100センチでやった後のこの残りの糸とかの塩梅を確認をして、いいんじゃないとか、これだったらあと10センチ長さあった方がいいかなって、110センチがいいかなとか、次の、1往復でなんとなく、目安を決めて、でそうすると大体これだなと、100か110か分かんないけど、そしたらもう残りの板切っておけるんですよ。だから2本やったら残りの8本でこの長さだって決まれば8本も切っちゃって、もう袋の中入れておけば、はい今日1本やるとか、
今日は1本じゃちょっとなんかもうちょっとやりたいな、2本やろうかなみたいなとか、そういう風にやっていくとゴールが見やすいんですよ。そうすると、もし毎日1本ずつやったら1週間ぐらいでは終わるでしょうとかっていうことが、これしやすい模様だなっていうことを言いたかっただけです。別にそうしなきゃいけないとかではないです。私差し子する上で、なんかやっぱり目安が分かった方がなんかこう見通しが立つから、結構ゴールまで行きやすい。というのも私今 YouTube やってるから、なんとかかんとか5回か6回かでこれを付近を一通りやり終えるっていうサイクルでずっとやってますけれども、そういうのがなかった時は、いくらでも無理と思って放置数ヶ月何年放置みたいなのって、それなりにだいぶあるんでって思った時に、これは比較的そういう風にこう切っておけるんですよねっていうのをこう考えたりしますね。っていうのにこの模様は、最適じゃないかなと思ったので、こういう話をしてみました。もちろんそういうことね全然考えなくても、ただただその都度その都度やるっていうのでも全然いいと思います。はい。どちらでもそれは。私は比較的なんかそういうのができんじゃないって思ったらやりたがりさんですね。はい。ということで、じゃあ微妙にスンスン顔が途中で切れてましたけど、ここら辺で切れてたけど、はい、スンスンの私のお気に入りのこれね、なんか傷がついててなんでだろうと思ったら、もしかしたら猫様がちょっとちょいちょいってスンスンをやってたかもしれない。これここにこう置いておくことが多かったので、なんかね多分ね引っかきましたね、あの方がとそれはどうでもいい情報なんですけど、はい、この中にね必要なものを入れてるので、そういうのをちょっとこういうふうにね蓋の上に置いてこういう感じにして、はい、やっております。はい、ではここから実際に差し込していきますね。さて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 、そうですね、今回はもうとにかく手の動くまま、針目は模様によってはここからここまで何目でいくとか決めることもあるんですけど、この模様に関しては私はもう本当に手の動くまま行こうと。で、気にかけるところがあるとするならば交点かな。ここの交点だけバランスよく、重なればいいかなっていう感じですかね。はい。そこだけを気にしながら、あとは自由に。この緩やかなね曲線に沿っておっとっと刺し子をしていこうと思います。今日はちょうど私今撮ってる時間が午後なんですよね。でそれなりに日差しのいい午後なので、ちょっとこの辺がなんか影になってる日差しの自然な影が見えてるかと思うんですけど、それはですねあれです。ちょうど今いい感じの光が当たって、なんか気持ちがいいねみたいな、うちの猫様もベランダっていうかこの窓側でちょっとうたた寝するぞみたいな、今は爪研ぎの上で丸くなってますけれども、そんなような陽気の天気なので、いい感じの光がね、多分こういう時にあれをやった方がいいんですよ。模様を描く時の明るさ、今部屋の電気つけてないんですよ。こう日差しがいい感じに来るからつけてないんですけど、そういう時に自然の光だけでいい塩梅に取れるので、そういう時にね模様を描いた方がいい。なんでそれ言ったかっていうと、よく私模様を描く時に、よくっていうか絶対定規は使うじゃないですか。で定規を使うとこう上のライトにこの定規が反射して見えにくいっていうかね、おやおやって思っちゃうことがあるので、
こういう時にね、あれが取れればいいのになの話です。今日よし取るぞって思った時に天気とあと時間帯っていうのが、なかなかね合わせるの難しかったりするので、夜に撮ったりとかもしますのでね。だから本当はこういう時に気持ちがいいな日差しがって思いながら、こう穏やかな気持ちで差し込みができるのが本当幸せだなって、幸せだなっていうか、そういう風な日々を過ごしたい私はって思いながら今、そんなことを思いながら差し子をしております。こんな話をしていましたらですね、時間じゃない時間じゃない反対の外枠まで来ましたので、緩やかな曲線ですね。ここね、こう緩やかな曲線で反対の外枠まで来ました。じゃあ次ね、もちろんここで切ってもいいんです。あと糸が短くなってたらもうね致し方ないから切るしかないとか思ったり、あと私はねどうやって継ぎ足すんですかってねコメントとかいただくこととかねあるんですけどね、いや私ここまでなんか頑張って頑張ってというかね、もうあえてもうここの端で端っこでこう切る人ですみたいな感じで、こう真ん中とかでね継ぎ足さない人なんで、もうとにかくこっちまで来る。でこっちまで来て、今は全然糸がね余裕ですので、このね1センチ1.5センチくらいだったらこうやってこの外枠の線に沿って、でもこれ私こういう時に沿わせる時ってまっすぐいかないです。この針目に沿って今ちょっとねこう手のこの動きでなんとかお察しください。あえてジョンっていくんじゃなくてこういう風にしてます波を打つようにするのが私はよくやる手法です。こう針入れます。でこっち側にはね針は見えてないですよ。間を通るから。間通る時にまっすぐするんじゃなくて、このポンポンポンって針目が見えてますけれども、ここにこういう感じで波を打たせます。あえてそうしてその方がこれはもちろん好みなんですけど、いろいろこうね、私何年こういうことやってるかよくわかんないけど、2022年動画はね YouTube の動画は2022年だったかな。今2025年ですからね、もうひたすらただこの付近だけやり続けてる人ですけど、それはいいんですけど、動画を撮らないに関わらずずっとやってるからいいんですけど、それはもうやってきた結果、こういうところで沿わせる時はなんとなくこう波打つような感じで沿わせた方がいいなっていうふうに、それが私の好みなので、こういうふうに沿わせて引きます。で引いた時はもう何回もこれ言ってますけど、一呼吸置くってここで、ここでこう慎重に引いて、でこう沿わせるね、沿わせるから、ここはちょっとしっかりこうちょっと見えないですけどちょっと見えないですけど、とにかくここに糸が通したんですよ。間1.5センチくらい。それで今ここから糸が出てるので、もうここからあとはね戻るだけです。今来た道をただ戻るだけで、角だけちょっとね出してあげようねっていう感じでですね、角頂点のところでほんと頂点のところから今私はあれを針を出しました。でよいしょ、はい、ここがねちょっとここは緩やかではなくて、ここがねちょっとカクッといくのでね、ここの角は出してあげたいねっていう気持ちで、ここで角度を変えてあげて進めると。で一旦この辺で
抜いて、はい、ここで、ここでも私あえてここで親指でちょっとストッパーじゃないけど、もうギュイーンってギュンギュンってやりすぎないようにあえてここで保険かけたみたいな感じです、ここで。でここで一呼吸置いて、ここをねスススッと静かに引いてあげるっていうのは結構気にしますね。なぜならば気持ちとしてこうキュッキュッっていきたいからね。それなのにこうギュイーンって引きすぎるとなんかこう糸がつれちゃうようになると、それはね私はちょっと嫌かなって思いますので、そういう時はとにかく慎重。だからさっきのここもそうです。ここの角も慎重にっていうのと、ここの角も慎重に。あとはその交点だけ気をつければ、その他は緩やかに手の動くままに。で今交点通り過ぎたんで、今針目ね通る時、交点通る時針目のバランスは気にしながら進めました。でまた次の頂点のところまで来て、そこから針で出しましたので、糸引いてあげる、引く、糸引く、そして最後慎重に引いてあげる、糸なじませるみたいな感じで、この辺は今は特に角はなかったけど、こういうまっすぐなところでもあまりギュッとね引きすぎちゃうと布にシワが寄っちゃうんですよね。そういうのはできるだけなくするように、はい、こういう感じで。でここのさっき言ったここのね交点、あと2箇所こういうふうに通るので、その辺も通る時バランスを考えてあげて、ここがいい感じでね通るといいなみたいな。でここの裏で交わるような感じですね。それを気にしながら進めました。であとここですね。はい、こういう感じで。もうちょっと針目小さくてもいいかな。この辺りはいかようにでも微調整をしてですね、ちょっとこういう風に針目なんかこう確認しながら、どうかなこれくらいでいいかなとか、針目のね感覚ですね。自分で線を引くっていうことでもうただただの線なので、そのあたりのお好みでっていう感じが調整できますので、その辺は好き好きですよね。点々がある方がもちろんね目安になってね分かりやすいっていうのもありますし、模様によってはねもうやっぱちょっと自分でこれ書くのちょっと無理みたいなのありますから、大体人目指しなんか、私がライブ配信でよくやってる人目指しの部類はもうちょっと私無理ってそこはギブアップって思ってるので、でもこういう模様差しなんかは、書くのがね書いて自分好みの針目で、どっちにしろ人目指しは自分の好みの針目でっていうのはもう方眼の幅によりますからね。5ミリ方眼で5ミリだったらもう5ミリでみたいなのに決まってますから、模様差しはその辺はいかようにでも自分好みの調整できますからね。それでやるという感じで、今日の刺し子はここまでにしますね。はい、では今日刺し子したところを見ていただきますね。だいたいこの緩やかな曲線の途中くらいから始めたんですよね。それで道なりに進みまして、ここの反対の外枠まで来たらこの線に沿わせるようにこっち側に移動します。1個こっち移動をして、今度こっちの緩やかな、緩やかなというか角がある方の、曲線ですね。そこにこうキュッキュッっていう感じで進んでみました。あとここからはね私の宿題としてこう進めますよね。進めると多分これくらいは少なくとも使って、そうするとまだまだ残るんですよね。糸が多分これくらいは
残るでしょ。でこの長さを測って200センチから引くんですよ。引くことによってここが何センチかがだいたい目安がわかる。そしたらそれで一回隣をやってみる。それでだいたい何センチって、だから次回で私多分何センチですって言えるようなところまでは進めておこうかなと思います。それで実際やってみてみたいなところを次回は見ていただこうかなと。ただこれはもちろんこのサイズによりますからね。ここのサイズが違ったら糸の長さも変わってきますので、あくまで私これはね、刺し子全体としてはだいたい 34×34、 刺し子部分に関しては 32×32 ですね。はい、それで、やってますので、それであとそう円の型とかのサイズも違ったら、曲線のほらカーブの感じが違ったらもちろんそれも変わってきますので、はい、もう必ず何センチってはこのサイズ以外だとちょっと言えないんですけど、あくまでねこのサイズとして何センチっていうのをちょっと決めてあげると、まあ切っておけばね目安になって最後までよりいけるんじゃない？あと残り3本で完成とか思えるからなんて思いながら進めようかなと思ってます。はい、ということで、この辺にしようかな。ということで、本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録や高評価をしていただきますと、このように動画にする励みになりますので、よろしくお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。